皆さんこんにちは、ラカチャンネルです。本日はこちら、じゃん UX05 ランダムブースター忍びシャドウセレクトということで、本日こちらを12箱ご用意しておりますので、こちらすべてね開封して皆さんに中身をお伝えしていきたいなと思っております。UX シリーズ初のねディフェンスタイプのベイブレードということで、その性能がめちゃめちゃ気になっております。ぜひね最後までご視聴ください。それではやっていきましょう。はい、それでは今回こちら UX05 ランダムブースター忍びシャドウセレクトということで、3種類の忍びシャドウのブレードが入っております。で、ラチェットとビットに関してはそれぞれね別パーツとなっております。で、こちら裏面見ていきましょう。なんとですね、今回も忍びシャドウを使うブレーダーの、アニメとか漫画ではね、漫画では登場してるんですけど、アニメはまだ登場してないのかな。はい、こちらブレーダーのね表記がありませんので、ちょっとね知らない方は今後のお楽しみにということで見ていきましょうか。はい、それではね12箱中のまず1箱目から開封していきたいなと思っております。それでは開けていきます。はい、それではね1箱目、今回はランダムブースターセレクトということですので、どれが入っていても必ず忍びシャドウのブレードはね手に入りますよということになっております。で皆さんいつも恒例なんですけども、こちらのね次回予告が入っているんじゃないかと思っておりますので、こちらの方も、確認していきましょう。はい、それでは次回予告見ていきますよ。せーの、はい、ここに載っております。ネクストアイテム、3タイプ複合2024年6月15日土曜日発売予定。これも皆さんご存知ですよね。先日僕もね動画にさせていただいたんですけれども、新しいベイブレードねバランスタイプの、BX シリーズから登場ということで、はい、まだ動画ご覧になってない方はそちら見ていただけると確認できるかと思います。はい、それではね1箱目開けていきます。封入率は皆さんもご存知だと思うんですけど、ランダムブースターセレクトは比較的バランスよくね均等に封入されていることが多いので、そんなにだからたくさん買ってね当たらないとかそういうことはないかと思います。はい、それでは1箱目開けていきましょう。せーの、はい、1箱目で忍びシャドウの、はい、デフォルトのね通常カラーっていうんですかね、出ましたね。はい、ちょっと重量的にはなんかめちゃめちゃ軽そうな、軽いのかな。はい、ちょっと最後に重量測っていくんですけども、めっちゃ軽そうで、形状見ていきましょう。形状はねこんな感じになっております。上から見るとねかなりまん丸形状ですね。で横から見るとかなりこうトゥルンとしたね、はい、感じの形状になっていて、やはりディフェンスタイプということで攻撃がね、通りづらいようなね形状になっているかと思います。これディティールもねめちゃめちゃ、今回ベイブレード X では初の忍者モチーフのベイブレードということで、ディティールもめちゃめちゃこだわっております。こういったね波を打ったようなねところとか、こういったね、ランチャーフックのところなんかかなりこう和テイストな感じでねいいなと思います。はい、それではねラチェット見ていきましょう。今回おそらくね全部新規パーツの構成となっていますので、はい、こちらです。ラチェットはこれ僕個人的にすごい楽しみにしていた、180というパーツになります。紫のクリアカラーとなっております。160がねドランバスターに付属しておりまして、ドランバスターの160、バーストはねそこまで、多くは見かけないんですけども、若干80の方がねバースト耐性があるんじゃないかなって思っております。若干やっぱロックもねなんとなくドランバスターのロックよりも硬くなっているので、若干身長高くね運用する方はね、こちらの180でね問題ないかと思います。はい、そうしましたら最後ねこれ新規パーツのビットが、はい、こちらです。皆さんもうご存知だと思うんですけれども、こちらがメタルニードルということになっております。軸先がメタル、ベイブレード X 初のねメタル軸を採用しております。このような形ですね。はい、どうでしょうか。かなりピンピンに尖っています。通常のねニードルビットと後ほど比較していきたいなと思っているんですけれども、はい、形状はねおそらく
通常のニードルビットとそんなに大差はないんじゃないかなと思います。はい、ただこうメタルになったことによってね、どういった動きに変化があるのか見ていきたいと思います。はい。でこちらが組み上げていきますと、忍びシャドウの、180MN ですね。はい、こんな感じになっております。ディフェンスタイプの、UX シリーズからの初のベイブレードということで、はい、いいんじゃないでしょうか。見た目はやっぱかっこいいですね。ベイブレード X シリーズのベイはどれもやっぱディティールにこだわりがあって、でかつね、やっぱデザインがすごくシンプルで僕はいいなと思っております。はい。それではね、ちょっと詳細の方は後ほど見ていきましょう。はい、お待たせしました。2箱目ですね。今回最後にもちろんバトル動画も撮っていきますし、重量も測っていきたいと思っていますので、今までのようにね、流れでやっていきますので、若干尺が長いのかもしれないですけれども、ぜひ最後に皆さんご視聴ください。お願いします。はい、それでは2箱目ですね。2箱目開けていきましょう。はい、ブレード開けていきます。せーの。はい。おっと、忍びシャドウのまたもや紫の、デフォルトのね、カラーになっております。はい。ちょっとね、今回、ブレードとラチェットとビットは割愛します。はい、これで3箱目になりますね。皆さん一応、開封の、方はですね、1カートに4袋ずつ入っているんですけども、そこから、順序よく開けているので、はい、おそらくね、1袋の、封入率も均等になっているんじゃないかと思っております。はい、それでは3箱目開けていきましょう。それではブレードをオープンしていきます。はい。おっと、今回は、黄色のね、カラーの忍びシャドウが入っております。はい。カラーリングはクリアじゃないんですね。ここのランチャーフックのところはクリアの、クリアカラーなんですけど、他は見ていきますと若干ゴールドに近いような、黄色寄りのね、カラーリングになっているかと思います。はい。それでは、ラチェットをね、見ていきます。ラチェットは、はい、ラチェット、こちらは、360でいいのかな？はい。一応ちょっと確認していきましょう。ラチェットは、はい、これは、ごめんなさい、70でしたね。はい、ここね、難しいんですよ、この見分けが。もう皆さんね、もうプロの方はね、一目でわかると思うんですけども、ここのなんて言うんですか、ちょっと盛り上がりがあるというか、これがね、70のパーツなんです。これパッと見は360にしか見えないんですよね。はい。で、最後、ビットですね。ビットがこちら、ギアポイントビットになっております。こちらも、カラーリングはちょっとこう薄い肌色みたいな感じになってますけど、黄色のね、はい。ハイニードルもこんな感じのカラーリングありましたけれども、はい、こうなっております。めちゃめちゃしっかりね、ちょっとこう伝わるかわかんないんですけど、ここの真ん中のね、ぼっちのところがかなりピンピンに出ております。ちょっと分かりづらいかな。はい、しっかりね、ちゃんと出ております。はい、じゃあ、こちらも組んでいきましょう。忍びシャドウの、370GP ということになっていますね。はい、こんな感じです。はい。次やっていきます。続いては4箱目ですね。残すはね、黒のカラーリングだけのみとなっております。僕個人的にはですね、黒の忍びシャドウの、パーツの構成もそうですし、総合的にかなりおすすめと言いますか、960のパーツもね、フェニックスウィングに付属しているパーツのね、も入っておりますし、はい。あとは、ビットは何かな？ビットあれか。LF ビットかな。はい、それでは、4箱目を見ていきましょう。せーの。はい。お、来ましたね。
はい、黒のカラーリングの忍びシャドウとなっております。はい、これもね、クリアな、ここのランチャーフックのところはクリアカラーとなっておりまして、残りはね、マットのブラックですね。通常のブラックの成型色になっております。かなりシックなカラーリング。で、ラチェットですね。ラチェットさっきもね、お伝えした通り、かなり優秀なね、今ラチェットとなっております。こちらの、はい、960ですね。960の、本当にもうブラックの、成型色になっております。はい、最後、ビットです。ビットは、こちらが、はい、ローフラットビットですね。ローフラットビットの黒カラーね、ブラック初めてかと思いますけども、かなりシックです。こちらも組み合わせていきましょう。で、ロックも、ちゃんと硬いね。OK。これでかなり、僕個人的にはね、全パーツ、かなり、特にこのラチェットとかもそうですし、このビットも、ローフラットビット結構なんだかんだ言って最近よく使っているので、消耗しがちなのでね、アタック系のパーツっていうのはかなり嬉しいんじゃないかと思います。はい。忍びシャドウの 960LF ですね。はい。こんな感じのブラックのね、かなりシックなカラーリングになっております。どうでしょうか。こんな感じになっております。はい。はい、これでね、もうすでにパーツはね、ラインナップ全部揃いました。で、一応次5箱目開けていきましょう。おそらく均等にパーツが入っているんであれば、黒と、黒かイエローがね出てくるんじゃないかと思っております。はい、それでは5箱目開けていきます。せーの。はい、予想通りイエローの、イエローと言いますか、ちょっと若干ゴールドっぽくも見えますけれども、はい、忍びシャドウですね。はい、続いて6箱目開けていきます。僕の予想だとあれなんですよ、黒の忍びシャドウ 960LF がね入っているんじゃないかと思います。おそらくね、ほぼ当たってると思うんですけど、確認していきましょう。はい、それでは6箱目開けていきます。せーの。はい、あれ、予想外にここ忍びシャドウの紫のねカラーリングでした。今ね確認していきますと 6箱開けてデフォルトとこんな感じで黄色と黒が出ていて、まさかの、はい、ここに紫のね忍びシャドウでした。予想がね外れましたね。はい、おそらく均等に入っているかと思うので、今回もしこの感じで入っているんだったら忍びシャドウの通常カラーがねちょっと当たりやすいんじゃないかと思います。ちょっと確認していきましょう。はい、それではもう一袋開封していきます。これで7箱目になっております。はい、さあどんどん開けてね中身を確認していきましょう。それでは7箱目開けていきます。はい、オープン。はい、忍びシャドウのブラックきました。いいですね。僕めちゃめちゃお気に入りの今回の推しの、カスタム、そしてパーツのね構成になっております。そして960とローフラットビットでしたね。はい、はい、ローフラットビットですね。よし、次いきます。8箱目ですね。はい、大体新商品の発売日はですねおそらく
大会がね結構その日に開催される、G3 大会かも多いと思いますので、その性能はね皆さん大会直前だとちょっとなかなか判断できないと思いますけれども、すぐそこをね入れてくるブレーダーさんもいらっしゃいますので、ちょっと見ていきますか。はい、行きましょう。せーの。はい、忍びシャドウ今回なんか紫多いのかな、結構出てますね。はいはい、続いて9箱目ですかね。開けていきましょう。こっちこっちの方が取りやすいということでね、学習しております。はい。あとは皆さん重さもめちゃめちゃね、もう早く見たいということで気になってるかと思いますけれども、はい、ちょっとお待ちくださいということで、せーの。はい、黒の忍びシャドウですね。いいですね。はい。で残り、3箱となりました。はい、10箱目を開封していきます。はい、よし。それでは、はい、10箱目を開封していきますね。せーの。はい、今度は、黄色かな、黄色の忍びシャドウが入っておりました。はい、今のところ結構ね均等に出てるんじゃないかな。ちょっとここを僕の手元で見ていくと、紫が4つの黄色が3つ、黒も3つで紫多めですね。さああと2箱です。これでね封入率はっきりするかと思います。12箱開ければねなんとなくわかるんじゃないかなって気はしているんですけれども、はい、よし。それでは開けていきましょう。11箱目ですね。せーの。はい、黄色ですね今度は。なので黄色と紫が4つずつで、今黒が、3つなので、これが黒であれば封入率はほぼあれかな、均等ってことかな。はい、それではラスト12箱目開けていきましょう。はい、それではラストね見ていきます。せーの、オープン。やっぱり黒ですね。はい、ということで結果発表をやっていきたいと思います。はい、ちょっと準備しますよ。まずねこちらのね忍びシャドウのデフォルトカラーのね紫のカラーね。はい、紫も12箱開封して、4つ入っておりました。で続いてこちらの僕の推しのねカラーリングとカスタマイズ構成のこちらのブラックの忍びシャドウですけれども、こちらも、4つね、はい、4つ入っておりました。で最後こちらの黄色のねゴールド、のカラーリングの忍びシャドウも同じく、はい、12箱開けた結果がこんな感じとなっております。はい、なのでおそらく均等にね封入率は入ってるんじゃないかと思いますので、はい、この紫、皆さんねやっぱ紫はね必ず欲しいかと思いますので、手に入れやすいね今回、構成になっていたんじゃないかなと思います。それでは、次ね皆さん一番気になってる重量ですよね。重量を測っていきましょう。これが一番大事なところはあるよね。
重量次第ってちょっとやっぱベイブレードの性能って結構影響されると思うんですけれども、はい。それでは恒例のね重量測定をやっていきましょうか。はい。でこれねまあ一応今回は3種類からあるので、まあ、一応3種類ともね、まあ、個体差もおそらくあるんじゃないかと思っておりますので見ていきましょう。じゃあまずはこちらのね、紫のカラーリングの方からね見ていきたいなと思います。はい。まずはこちらのブレード、ブレードをね測っていきます。さあこれ運命の瞬間かもしれません。いきます。運命の瞬間 28g です。皆さん衝撃的だったかもしれませんが、僕なんとなくね持った瞬間そんな気はしたんだよな。 28g でございます。間違ってないよね。そうですね 28g。 珍しく UX シリーズでは軽いねブレードとなっております。一応念のため他のね、こちら黄色の方の忍びシャドウのブレードも測っていきます。はい。27.88 ですね。まあ20マックス 8g 台なのかな。はい。まあね黒いきます。黒の重さ測っていきます。28.12。 そうですね。27g 後半から 28g 台がね、はい、今回この忍びシャドウの、ブレードの重量となっておりますと、皆さんいかがでしょうか。ブレードがですねここ最近もう 30g 超えることが当たり前となってきているので、ここに来てね 30g 切ってしまうっていうのはかなりね衝撃だったと思います。形状がねこれだけツルツルしてて丸い形状なので、この形状でさらに重さもね 35g とかもしあったらかなりねベイブレード X の主力としているアタックタイプのねベイブレードが活躍しづらくなってきてしまうので、そこはねちょっとうまいバランス調整がね入っていたんじゃないかなと思います。はい。で今回ねこちらの忍びシャドウの、詳細をねまだ触れてなかったと思いますので、ちょっと今からね忍びシャドウの、パーツ詳細の方をね、見ていきたいなと思っております。はい。はい。皆さんこちらねまずねブレードから見ていくんですけども、こちらブレードが忍びシャドウですね。こちらの性能が滑らかな3枚刃形状で相手の攻撃を受け流すことに特化した設計ということになっております。はい。もう見た感じ分かりますよね。かなりこう滑らかな形状、触ってみてもやっぱツルツルしてると、アタックがねいなしやすいような形状ということになっております。はい。そして続いてこちらがラチェットの、180ですね。こちらベイを高めにセットするパーツということで、攻撃性能に特化した1枚刃を採用ということになっております。紫の、クリアカラーのね、パーツになっております。はい。でラストこれが新しくねベイブレード X シリーズでも初のねメタル搭載の、ビットということで、はい、こちらが HNメタルニードルというね、ビットのパーツになっております。こちら、N ビットの軸先がメタル素材になり、重さと摩擦抵抗により安定性が高まった設計ということになっております。はい、メタルになったことで重心位置もね若干こう下の方にね寄ってくるかと思いますので、はい、どういったねこのバトルに対してどういった性能をねが出せるのか気になるところでございます。はい。それではね、重量も測りましたし、パーツのね詳細も見ていきました。で封入率の方もね、見ていきましたので、最後は、ね、バトルの方をやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではねこちら忍びシャドウ 180MN のねファーストシュートをやっていきたいと思います。ブレードのねちょっとブレ感とか気になるんですけども、見ていきましょう。レディーセット3、2、1、ゴシュッ。結構強めにシュートして若干外周をね回ってはいるんですけれども、そんなにブレはなさそうな感じがしています。どうでしょうか。はい、こんな感じで安定してきましたね。はい、若干ブレあるかもしれないですけど、パーツのね構成でなんとか
綺麗にね回せることができると思います。 OK です。レディーセット321ゴーシュ。さあドランソードの攻撃を耐えれるのか。エクストリームフィニッシュ。続いてはヘルズサイズとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあ前半の攻撃を耐え切った忍びシャドウ。さあ中心でディフェンスのポジションをね掴んでます。スピンフィニッシュ。続いてはウィザードアローとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあ相性的には不利なんですけれども、さあどういったバトルになるのか。さあこのままスタミナ勝負はね不利なはずなんですが、まずい、バランスを崩してしまってますね。スピンフィニッシュ。続いてはナイトシールドとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあディフェンス対決ですね。 BX シリーズ王道のナイトシールドとユニークラインから登場した初のディフェンスタイプ。結構傾いてますね忍びシャドウが。スピンフィニッシュ。続いてはナイトランスとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあ続いてはカウンターディフェンスとの対決。しっかりそのカウンター攻撃をね耐えることができるのか。おっとエクストリームダッシュからのバーストフィニッシュ。続いてはシャークエッジとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあこのシャークエッジの攻撃をねしっかり耐えていただきたい。忍びシャドウのお危ないユニークラインとしてのね性能を見せてほしい。お耐え切りましたね。スピンフィニッシュ。続いてはコバルトドレイクとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあ重量を耐えれるか。おっとオーバーフィニッシュ。続いてはレオンクローとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあレオンクローが動き出した。耐える。さあしっかり耐えてスピンフィニッシュ。続いてはバイパーテールとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあスタミナとディフェンス対決。相性的にはね忍びシャドウが若干不利です。さあ大きく傾いてしまったバイパーテイル。スピンフィニッシュ。続いてはライノホーンとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあディフェンス同士の対決ですね。お互い軽量タイプのねディフェンスベイです。バランス崩したのは忍びシャドウ。スピンフィニッシュ。続いてはドランダガーとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあ逃げ決め耐える。傾きますね姿勢が。スピンフィニッシュ。続いてはヘルズチェインとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。さあヘルズチェインの凄まじい攻撃。さあ中心でねぶつかり合ってるんですけれども耐えれるのか。おっとかなり姿勢を崩してる。スピンフィニッシュ。続いてはフェニックスウィングとバトルをやっていきます。レディーセット321ゴーシュ。
さあこの重さの攻撃耐えれるか、いなせるか。いやー重さ強いですねやっぱり。おスーピンフィニッシュギリギリ。続いてはワイバーンゲールとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあスタミナとディフェンス勝負なので若干ワイバーンゲールが有利。削れをしていくんですけど姿勢が崩れてしまいますね。スピンフィニッシュ。続いてはユニコーンスティングとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあユニコーンスティングがねめちゃめちゃ暴れようとしているんですがディフェンスで耐える。スピンフィニッシュ。続いてはスフィンクスカウルとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあ大きな衝突が2回ほどあったんですけどなんとか耐えた忍びシャドウ。またね姿勢を戻しましたね。スピンフィニッシュ。続いてはドランバスターとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあ一撃が危な。バーストフィニッシュ。続いてはヘルズチェインとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。バーストフィニッシュ。続いてはウィザードロッドとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあ安定のスタミナウィザードロッドですからなかなかバーストフィニッシュ。それでは最後にティラノビートとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあ耐えれるか。エクストリームフィニッシュ。はい、ということで本日はこちらのランダムブースター忍びシャドウセレクトということで12箱アンボクシングからレビューそしてバトル動画やっていったんですけど皆さんいかがだったでしょうか。本日ねこちらのバトル動画見ていただいた方はねなんとなく分かったと思うんですけどかなりねこの忍びシャドウ姿勢を崩しやすく倒れやすい状況だったかなと思います。でその理由としましてはここの軸先の新規パーツのねこのメタルニードルなんですけどこのねメタルニードルが通常のこれナイトシールドのね最初の BX ライン初のディフェンスタイプだったこのニードルビットとここねちょっと比較していただけるとねなんとなくわかるんですけれども軸先が結構このニードルの方がまだ傾斜が緩やかでこっちのメタルニードルの方がちょっとねこう軸先が小さくなってるんですよね。その影響で径が小さくなっててで傾斜もねかなりピンピン尖ってるので倒れやすかったっていう感じかな。はいなんでまだニードルビットの方が姿勢がね残せたんじゃないかなっていうような気がしておりましてだからこの忍びシャドウちょっとねカスタマイズを考えてあげないとこのデフォルトのまま使いこなすのは非常に難しいんじゃないかなっていう感想です。はいブレード自体も重量がね 32g 台ということで今このベイブレード X の大会とか行くとねほとんどがもう 35g 以上、ウィザードロッドの 35g とかドランバスターも 36g フェニックスウィングコバルトドレイクが 38g となっておりまして非常にねこう重量の差が大きく開いてきてしまっているのでその重量の分っていうのをねなかなか形状だけでうまくリカバーするのっていうのは非常に難しいかと思いますので、皆さんもなんかいいカスタムあればね活かせるカスタムあればぜひコメント欄で教えてくださいということで
本日はねこれで動画を終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報から商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、そしてシネマティックな表現によるベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルルカでした。バイチャ。